気になっている女性が自分のことをどう思っているのか、それが分かればどれだけ楽か、そう思うことありますよね。実は本当は両思いなのに、そのことに気づいていない男性がとても多いんです。というのも、女性は好きな男性に対して好きとはっきり言葉で伝えることがほとんどないからなんですよね。その代わりに態度や行動でサインを出しているんですけど、これが男性にはなかなか伝わらない。しかも相手が年下の女性だった場合、遠慮が入る分だけサインはさらに控えめになってしまいます。職場の後輩、行きつけのお店の店員さん、習い事で一緒になる女性、もしかしたらその中にあなたに好意を持っている人がいるかもしれません。でもサインに気づかないままだと、せっかくの関係もそのままフェードアウトしてしまうんです。今回は男性が気づいていない両思いのサインを7つ紹介していきます。これを知っておくだけで、今まで見逃していた女性の気持ちに気づけるようになりますから、心当たりがないか確認しながら、ぜひ最後まで見ていってくださいね。その前に、もしこの動画が少しでも参考になりそうだと感じたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、大人の男性が女性と良い関係を築くための実践的な方法を女性目線でお伝えしています。通知をオンにしていただければ、新しい動画を見逃すこともありませんよ。その1、声のトーンが変わる。これはよく言われていることなので、聞いたことがある方も多いかもしれませんね。でも実際には気づけていない男性が多いんです。だからこそ最初に紹介させてください。女性は好きな男性と話すとき、無意識のうちに声が変わります。普段よりも少し高くなったり、柔らかいトーンになったりするんですよね。これは意識してやっているわけではなくて、好意を持っている相手の前では自然とそうなってしまうんです。なぜこういうことが起きるのかというと、女性は好きな人の前では自分をより魅力的に見せたいという気持ちが働くからだと言われています。高めの声や柔らかい話し方は、相手に対する好意や親しみを伝える効果があるんです。だから無意識のうちに声のトーンが変わってしまいます。逆に言えば、興味のない相手に対してはわざわざ声を変える必要がないので、いつも通りの話し方になるということ。特に注目してほしいのは、他の人と話している時との違いです。例えば職場で、彼女が他の男性社員と話している時の声と、あなたと話している時の声を比べてみてください。もしあなたと話す時だけ声のトーンが明らかに違うなら、それは好意のサインである可能性がとても高いんです。年下の女性の場合、この傾向はさらにわかりやすくなります。年上の男性に対して少し甘えたような声になったり、話し方がゆっくり丁寧になったりすることがあるんですよね。普段はハキハキ話す女性が、あなたの前ではどこか柔らかい雰囲気になる。そういう変化があれば、あなたを異性として意識している可能性が高いですね。例えば職場の後輩が、他の先輩には事務的な口調で報告しているのに、あなたにだけはどこか嬉しそうに話しかけてくる。あるいは行きつけのお店で、別のお客さんには普通に接客している店員さんが、あなたが来ると声のトーンが明るくなる。こういった変化は意識していないと気づきにくいんですけど、だからこそ気づいてあげられると、彼女の気持ちに応えることができるんです。ただし、これを確認するには普段から少し意識しておく必要があります。彼女が周りの人とどんな風に話しているのかを知らないと、比較ができませんからね。もし声のトーンの変化に気づいたら、あなたも穏やかな声で返してあげてください。それだけで彼女は安心しますし、あなたとの会話がもっと心地よいものになっていきますよ。その2、距離が近くなる。女性は好きな男性に対して、自然と物理的な距離を縮めようとします。これも無意識の行動なんですよね。人にはパーソナルスペースと呼ばれる心理的な縄張りのようなものがあって、普通はそこに他人が入ってくると不快に感じます。でも好意を持っている相手に対しては、その距離が近くなっても平気なんです。むしろ自分から近づきたくなってしまう。これは文化人類学者のエドワード・ホールという人が研究していて、人と人との距離を4つに分類しています。そのうち45センチ以内の距離は密接距離と呼ばれていて、恋人や家族など、極めて親しい関係の人にしか許されない距離なんです。逆に言えば、まだ付き合っていない女性がこの距離に入ってくるというのは、あなたをそれだけ特別な存在として見ているということなんですよね。ここで重要なのは、
年下の女性が年上の男性に距離を詰めるというのは、かなりハードルが高い行動だということ。普通なら遠慮が働いて、少し距離を保とうとするものです。年上の人に対しては敬意を払って、むやみに近づかないのが一般的です。それでも近づいてくるというのは、その遠慮を超えるほどの行為があるということなんです。例えば飲み会の席で、気がつくとあなたの隣に座っていることが多い。立ち話をしている時に、必要以上に近い位置に立っている。書類を見せる時に、わざわざ隣に来て一緒に覗き込んでくる。こういった行動は、彼女があなたのそばにいたいと思っている証拠です。用事があるなら向かい側からでも話せるのに、わざわざ隣に来るというのは、距離を縮めたいという気持ちの表れなんですよね。また、距離が近くなると自然と体が触れる機会も増えますよね。肩が触れたり、手が当たったりした時に、彼女が嫌そうな顔をせずにそのままでいるなら、それも好意のサインです。本当に嫌な相手だったら、すぐに距離を取り直すはずですからね。むしろ少し嬉しそうにしていたら、かなり脈ありだと思っていいでしょう。もし彼女があなたとの距離を縮めてきたら、急に離れたりせずにその距離を受け入れてあげてください。あなたが離れてしまうと、彼女は拒絶されたと感じてしまいます。そのまま自然に受け入れることが、彼女にとってはあなたからの好意のサインになりますからね。あなたの周りに気がつくといつも近くにいる女性はいますか？もしいたら、どんな女性でどんな場面で気づいたのか、コメント欄で教えてください。その3、あなたの匂いに言及する。3つ目のサインは、あなたの匂いに言及するということです。例えば、なんかいい匂いしますね。とか、その香水素敵ですね。とか、こういうことを言われた経験はありませんか？これ、実はかなり強い好意のサインなんです。そもそも、匂いを感じるためには、相当近い距離にいる必要があります。先ほど話したパーソナルスペースで言えば、45センチ以内の密接距離に入らないと、相手の匂いはなかなかわからないものなんです。つまり匂いについて言ってくるということは、それだけあなたに近づいているということなんです。心を許していない相手にそこまで近づくことはありませんから、その時点であなたに対して警戒心がないということがわかります。しかも、匂いについて触れるというのは、結構勇気がいることなんです。だって、下手をすれば失礼に当たるかもしれないじゃないですか。それでもあえて口にするというのは、あなたに好意があるからこそなんです。何とも思っていない相手にわざわざそんなことを言う必要はありませんからね。特に年下の女性が年上の男性に対して匂いに触れる場合、そこには憧れの気持ちが含まれていることが多いんです。年上の男性特有の落ち着いた雰囲気や、大人の余裕みたいなものに惹かれているということなんです。それを素敵な匂いのような言い方で表現しているわけですね。例えば仕事中にふと近づいた時や、一緒にエレベーターに乗った時、飲み会で隣に座った時などに言われることが多いです。そういう場面で彼女が匂いについて触れてきたら、それはあなたに対する好意のサインだと受け取っていいでしょう。ただし、ここで注意してほしいことがあります。女性が匂いについて言及してくれるのは、あなたの匂いが心地よいからです。逆に言えば、不快な匂いだったら何も言わずに距離を取られてしまう。だからこそ、普段から自分の匂いには気を配っておくことが大切なんですよね。香水を使うなら、つけすぎないことがポイント。ほのかに香るくらいがちょうどいいんです。すれ違った時にふわっと香る程度が、女性にとっては好印象です。清潔感のある香りを選べば、年齢に関係なく好感を持ってもらえますよ。年齢を重ねた男性こそ、香りで印象が大きく変わりますからね。そう言われてもどんな香水を選べばいいかわからないという方のために、概要欄に女性から好印象を持たれやすい香水をいくつか載せておきました。気になる方はチェックしてみてくださいね。もし気になる女性がいるなら、香りにも少し気を使ってみてください。それがきっかけで会話が生まれることもありますし、彼女との距離がぐっと縮まるかもしれませんよ。その4、私たちという言葉を使う。会話の中で、私たちって気が合いますよね。とか、私たちなら絶対うまくいきますよね。とか、こんな風に、私たちという主語を使ってくる女性がいたら、それは好意のサインかもしれません。普通、まだ親しくない相手に対しては、私とあなたという風に区別して話しますよね。
それをわざわざ私たちとまとめて言うということは、彼女の頭の中であなたと自分がセットになっているということかもしれません。これは無意識に出る言葉なので、本人も気づいていないことが多いんですよね。人は言葉を選ぶとき、自分の深層心理が反映されると言われています。つまり、私たちという言葉が自然と出てくるということは、彼女があなたとの間に特別なつながりを感じている証拠なんです。意識的に言っているわけではないからこそ、本音が現れているとも言えますよね。特に注目してほしいのは、年齢差がある場合です。年下の女性が年上の男性に対して、私たちというのは、年齢の差を気にしていない証拠なんです。普通なら年上の相手には敬意を払って、自分と同じカテゴリーには入れないものなんですよね。それでも私たちと言ってくるのは、あなたを対等な存在として、もっと言えば親密な存在として見ているからなんです。例えば仕事の話をしている時に、私たちの部署ってこういうところありますよね、と言ったり、ランチの話になった時に、私たち辛いものが好きですよね、と言ったり、休日の過ごし方の話で、私たちインドア派ですよね、と言ってきたり、こういうさりげない場面で私たちが出てきたら、彼女はあなたとの共通点を見出そうとしているんです。共通点を見つけることで、あなたとの距離を縮めたいと思っているんですよね。また、将来の話で私たちが出てくる場合は、さらに強いサインです。私たち、こういうお店が落ち着きますよね。とか、私たちもいつか温泉旅行とか行きたいですね。とか、こういう言い方をしてきたら、彼女はあなたとの未来を想像している可能性があります。特に、いつかや今度という言葉と一緒に私たちが出てきたら、かなり脈ありだと思っていいでしょう。ただ、これは本当にさりげない言葉なので、聞き流してしまうことが多いんです。意識していないと気づかないまま終わってしまう。だからこそ、会話の中で私たちという言葉が出てきたら、少し注意を向けてみてください。その一言が、彼女の本当の気持ちを表しているかもしれませんよ。この話を聞いて、そういえばあの時そう言われたかも、と思い出した方もいるかもしれませんね。どんな場面でどんな言葉だったか、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。さて、ここまで4つのサインを紹介しました。この時点で2つ以上当てはまっていたら、かなり期待していいと思いますよ。残りの3つも見て、最終的にいくつ当てはまるか数えてみてくださいね。その後、気配りやサポートが多い。頼んでもいないのに、お茶を入れてくれる。体調が悪そうにしていると、すぐに気づいて声をかけてくれる。仕事が立て込んでいる時に、さりげなく手伝ってくれる。こういう女性があなたの周りにいませんか？もちろん、誰にでも親切な女性もいます。でも特定のあなたに対してだけこういう行動が多いなら、それは好意のサインである可能性が高いんです。ここで考えてほしいのは、年下の女性が年上の男性に対して世話を焼くという行動の意味です。普通に考えれば、年下の女性は年上の男性に甘えたい、頼りたいと思うものなんですよね。それなのに逆に世話を焼いてくるというのは、それだけあなたのことを特別に思っているということなんです。女性が好きな男性に対して何かしてあげたいと思うのは、自分の存在をアピールしたいという気持ちがあるから、あなたにとって必要な存在でありたい。あなたの役に立ちたい。そういう気持ちが行動に現れているんですよね。これは単なる親切心とは違うんです。例えば、あなたが忙しそうにしていると差し入れを持ってきてくれる。疲れていそうだと栄養ドリンクを買ってきてくれる。出張から帰ってくると、お疲れ様でした、と真っ先に声をかけてくれる。些細なことかもしれませんが、こういう行動は、あなたのことを常に気にかけている証拠なんです。また、あなたの話をよく覚えていて、それに合わせた気配りをしてくれる場合は、さらに好意が強いと言えます。以前コーヒーが好きだと言ったら、いつも缶コーヒーを買ってきてくれるようになった。肩が凝ると言ったら、いい整体があるんですよと教えてくれた。こういう細やかな気配りは、あなたに興味があるからこそできることなんです。大切なのは、こういう気配りに対してきちんと感謝を伝えることです。ありがとう、助かるよ。その一言があるだけで、彼女はとても嬉しいんです。逆に当たり前のように受け取っていると、彼女の気持ちは冷めてしまうかもしれません。好意に気づいたら、しっかり答えてあげてくださいね。
あなたのことを気にかけてくれる女性の存在に心当たりはありませんか？どんな気配りをしてもらったことがあるか、ぜひコメント欄で聞かせてください。その6、小さなプレゼントをくれる。6つ目のサインは、小さなプレゼントをくれるということです。これ、結構勘違いされやすいんです。お土産をもらっても、社交辞令だろうと思って流してしまう男性がとても多いんです。特に年下の女性からもらうと、後輩が気を使ってくれてるんだな、くらいに思ってしまう。でもそれ、実は大きな見落としかもしれません。ポイントは、みんなにも配っているのか、あなたにだけなのか、という違いです。部署全員に同じお土産を配っているなら、それは確かに礼儀かもしれません。でもあなたにだけ別のものを用意していたり、周りの人には渡していないのにあなたにだけくれたりするなら、それは明らかに特別扱いなんですよね。ここを見逃してはいけません。そもそも女性が男性に物を渡すというのは、それ自体が結構ハードルの高い行動です。これを渡したら好意がバレるんじゃないか、重いと思われないか、迷惑じゃないか、そういう不安を乗り越えて渡しているわけです。特に年下の女性が年上の男性に渡す場合は、さらに勇気がいる。それでも渡してくるというのは、それだけの気持ちがあるということなんです。もう一つ注目してほしいのは、プレゼントの中身です。あなたの好みに合わせて選んでくれているなら、それは普段からあなたのことをよく見ている証拠です。お酒が好きだと話したのを覚えていて、旅行先で地元の日本酒を買ってきてくれた。辛いものが好きだと知っていて、ご当地の唐辛子を選んできてくれた。こういう選び方は、興味のない相手にはしませんよね。女性がプレゼントを渡すとき、そこには自分のことを忘れないでほしいという気持ちも込められています。旅行中もあなたのことを考えていた。だからお土産を買ってきた。そういう無言のメッセージなんです。だから、もらった時の反応はとても大切です。ありがとう、嬉しいよ、と素直に喜んでください。それを見て彼女は安心するし、もっとあなたと関わりたいと思うんです。ここでそっけない反応をしてしまうと、彼女は自分の気持ちが迷惑だったのかもしれないと感じて、距離を置くようになってしまいます。せっかくの行為のサインを見逃さないでくださいね。女性からもらったお土産やプレゼントで、今思えばあれは特別だったのかも、と思い当たるものはありませんか？何をもらって、その時どう感じたか、コメント欄で教えてください。その7、焼き餅を焼く。女性の態度が急に変わった時、男性は大抵2つのことを考えるはずです。一つは、何か怒らせることを言ってしまったのかな。もう一つは、機嫌が悪いだけかな。でも実は、どちらでもない可能性があるんです。別の女性の話をした時、急にそっけなくなった。別の女性と話していたら、いつの間にか無口になっていた。こういう場面で態度が変わるなら、それは怒りでも機嫌の問題でもありません。焼き餅なんです。怒りと焼き餅は似ているようで全然違います。怒りには理由がはっきりあって、それを解消しないと収まりません。でも焼き餅は、しばらくすると何事もなかったように戻ることが多いんです。本気で怒っているわけではないから、時間が経てば落ち着く。でもまた同じ場面になると、同じように態度が変わる。この繰り返しがあるなら、それは好意のサインなんですよね。そもそも焼き餅というのは、どうでもいい相手には生まれない感情ですよね。興味のない人が誰と仲良くしていても気になりません。それなのに反応してしまうのは、あなたのことを意識しているからなんです。年下の女性が年上の男性に焼き餅を焼くというのは、さらに大きな意味があります。普通なら年上の人には遠慮があって、そんな感情は隠すものなんですよね。それでも態度に出てしまうというのは、抑えられないほどの気持ちがあるということです。そして焼き餅を焼けるということは、あなたとの関係を対等に見ている証拠でもあるんです。現れ方は人によって違います。わかりやすく不機嫌になる人もいれば、急にスマホをいじり始める人もいます。その女性って誰ですか？どういう関係なんですか？と質問攻めにしてくる人もいるんですよね。これは確認して安心したいという気持ちの表れなんです。こういう時に、なんで怒ってるの？と問い詰めるのは逆効果です。焼き餅を焼いている自分が恥ずかしくて、認めたくないんですよね。問い詰められると余計に意地を張ってしまいます。正解は、さりげなく彼女だけに意識を向けることです。
他の女性の話はやめて彼女の話を聞く。それだけで彼女は自分のことをちゃんと見てくれていると安心できるんです。やきもちは好きだからこそ出てしまう感情です。怒りだと誤解せずにちゃんと受け止めてあげてくださいね。まとめ。今回は男性が気づいていない両思いのサインを7つ紹介しました。1つ目は声のトーンが変わる。2つ目は距離が近くなる。3つ目はあなたの匂いに言及する。4つ目は私たちという言葉を使う。5つ目は気配りやサポートが多い。6つ目は小さなプレゼントをくれる。7つ目はやきもちを焼く。あなたが気になっている女性にいくつ当てはまるものがありましたか？3つ以上当てはまっていたら両思いの可能性はかなり高いと思いますよ。女性は好きな男性に対して言葉では伝えられない分、態度や行動でサインを出しています。特に年下の女性は遠慮があるので、そのサインは控えめになりがちです。だからこそ気づいてあげられるかどうかが大事なんですよね。せっかくの両思いなのに気づかないまま終わってしまうのはもったいないです。この動画を見て、もしかしてあの人はと思い当たる女性がいたら、ぜひ一歩踏み出してみてください。この動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。コメント欄もぜひ活用してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。